こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は指摘をすんなり受け取ってもらうためのコツについてお話しします。家庭でも職場でも相手の望ましくない行動を指摘しなければならない場面はあると思います。そんな時、ストレートに欠点を指摘すると相手は防御的になり、せっかくのアドバイスも受け入れてもらえないでしょう。ではどうすればいいのでしょうか？相手の心を開き、建設的な変化を促す効果的な指摘方法として、サンドイッチフィードバックという方法をお伝えします。サンドイッチフィードバックとは、伝えたい指摘をポジティブな言葉で挟み込むコミュニケーション方法です。はじめに相手の良い点や強みを認めて言葉にし、次に改善してほしい点を具体的に伝えます。その上で建設的な提案を添え、最後にもう一度その人のいい点を強調して締めくくります。この構造は指摘という少し苦みのあるフィリングを肯定という柔らかなパンで包み込む、まさにサンドイッチのようなイメージです。この方法を使えば、相手に否定されたという思いを抱かせにくくなり、より良い行動へとつながりやすくなります。人は誰でも認められたいという基本的な欲求を持っています。最初に肯定的な言葉をかけることで、心理的な壁が和らぎ、その後の指摘も受け止めやすくなるんです。そして最後に再び肯定することで、自分は信頼されている、成長できる可能性があるという前向きな印象を残すことができます。それでは実際の場面でどのようにこの方法を使うのか、具体的な例を見ていきましょう。新人社員の A さんはいつも熱心に仕事に取り組んでいますが、報告書に誤字脱字が多いという問題があります。上司の B さんは A さんに次のように伝えました。A さん、今月の営業報告書を読ませてもらったよ。顧客のニーズを的確に捉えた分析は本当に素晴らしいね。君の観察力には感心させられるよ。ただ、いくつか誤字や表記の揺れが見られたんだ。せっかくの良い内容が読みづらくなってしまうのはもったいない。提出前に一度パソコンの構成機能を使ってチェックする習慣をつけてみてはどうかな。君の分析力と注意深さが組み合わされば完璧な報告書になると思うよ。この例ではまず A さんの分析力という強みを具体的に褒めています。次に誤字脱字という改善点を事実として伝え、その影響を説明しています。そして具体的な解決策として構成機能の活用を提案し、最後に A さんの潜在能力を信じているというメッセージで締めくくっています。もう一つ別の例を見てみましょう。中学校の担任教師である E 先生は、授業中に死語が多い生徒の F 君に話しかけます。F 君、この前の理科の実験、君のアイデアのおかげでクラス全体が盛り上がったよね。君の発想力は本当にクラスの宝だと思ってるよ。ただ、最近、授業中、隣の席の友達とよく話しているのが気になってるんだ。君が話していると、周りの子も
集中できなくなってしまうし、君自身も大事な説明を聞き逃してしまうかもしれない。もし話したいことがあったら、授業の合間の休憩時間や放課後に話すようにしてみないか？ F 君の集中力と想像力が合わされば、もっと素晴らしい成果が出ると先生は信じているよ。この例では、生徒の創造性という長所を具体的なエピソードとともに認めています。次に、死後という問題行動とその影響を説明し、代替行動を提案しています。これら2つの例から指摘点というフィリングを褒め言葉のパンで挟んでいることがご理解いただけたと思います。ではなぜサンドイッチフィードバックが効果的なのでしょうか。その理由は人間の心理的メカニズムに深く関係しています。まず心理学における初等効果と心筋効果が作用します。初等効果とは最初に受け取った情報が強く印象に残る現象で、心筋効果とは最後に受け取った情報が記憶に残りやすい現象です。サンドイッチフィードバックでは、最初と最後をポジティブな内容にすることで、相手の記憶に良い印象を残すことができるんです。さらにこの手法は、相手の自己防衛本能を和らげる効果があります。人は批判されると、本能的に防御姿勢をとり、相手の言葉を受け入れにくくなるものです。でも最初に自分の良い点を認めてもらうことで、この人は自分を否定しようとしているのではなく、成長を願ってくれていると感じることができるんです。心理的な安全性が確保された状態であれば、人は自分の欠点や改善点にも向き合う余裕が生まれます。またサンドイッチフィードバックは、相手が具体的にどう行動を変えていけばよいのかがわかるという点でも優れています。単にこれがダメと指摘するだけでは、相手はどうすればいいのかがわからないかもしれません。建設的な提案を含めることで、相手は次にどう行動すればよいのかが明確になり、実際に改善に取り組みやすくなるでしょう。そして最後の肯定的な言葉がやってみようという動機づけを強化してくれるんです。この手法のもう一つの重要な効果は、人間関係そのものを強化することです。批判だけの指摘は関係を悪化させることが多いですが、サンドイッチフィードバックは、あなたを大切に思っているというメッセージが伝わりやすいです。相手はこの人は自分の味方だと感じ、信頼関係が深まるでしょう。信頼関係が築かれていけば、今後のコミュニケーションもスムーズになり、より率直な対話が可能になります。次に、サンドイッチフィードバックを効果的に行うための大切なポイントをお話しします。まず、最も重要なのは、最初の肯定的な言葉が心から出た本物であることです。形式的なお世辞や取ってつけたような褒め言葉は相手に見透かされてしまうからです。相手の具体的な行動や成果、性格の良い面を日頃から観察し、心から認められる点を見つけておくといいでしょう。それから、いつも本当にといった言葉を添えることで、その評価が一時的なものではなく、継続的な観察に基づいていることを伝えられます。次に、指摘する内容は
具体的で事実に基づいたものである必要があります。あなたはいつも遅いといった曖昧で感情的な表現ではなく、今週の会議に2回10分遅れて遅刻しましたねというように具体的な事実を伝えます。また相手の人格を否定するのではなく、あくまでも行動や結果に焦点を当てることが大切です。例えば、あなたは無責任だではなく、締め切りが守られなかったことでチームに影響が出てしまったという表現を心がけます。提案する改善策は十分実現可能で具体的なものでなければなりません。理想論や抽象的なアドバイスではなく、今日から実践できるレベルの具体性が必要なんです。また可能であれば、複数の選択肢を提示し、相手に選ばせるといいでしょう。そうすることで、相手の主体性を尊重することもできます。こうしなさいという命令ではなく、こういう方法もあるけれど、どう思う？という対話的なアプローチが効果的です。タイミングもとても重要な要素です。相手が疲れていたり、感情的になっている時には、どんなに丁寧なフィードバックも受け入れられにくいからです。相手が落ち着いている時、プライバシーが確保された場所で十分時間をとって話すことが理想的です。また問題が起きてからあまり時間が経ちすぎないうちに、記憶が新鮮なうちにフィードバックを行うことも効果を高めます。そしてフィードバックの後には相手の反応を聞く姿勢も忘れてはなりません。一方的に話すのではなく、どう思う？何か困っていることはある？と相手の意見や感情を尋ねることで対話が生まれるでしょう。相手が自分の状況や考えを説明する機会を持つことで、より深い理解と納得が生まれ、実際の行動変容につながりやすくなるでしょう。今回は相手の心を開き、前向きな変化を促すための効果的な指摘方法として、サンドイッチフィードバックという方法をご紹介しました。この方法は職場や家庭、学校など様々な人間関係の場面で活かせる汎用性の高いコミュニケーション方法です。身につけることで言いにくい指摘であっても相手の成長につなげやすくなり、同時に信頼関係を育てていくことができます。はじめのうちは意識して取り入れる必要があるかもしれませんが、使い続けていくうちに自然とこの流れで話せるようになるでしょう。大切なのはテクニックとして形だけをなぞることではなく、相手の成長を心から願う姿勢です。その誠実な思いがあってこそ、言葉は自然に相手の心に届き、前向きな変化を生み出していくでしょう。今日からあなたもこの方法を意識して使ってみてはいかがでしょうか。きっと周囲との関係に穏やかな変化が感じられるはずです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。